皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は4月10日金曜日です。今私はこちらはホテルの朝のビュッフェの場所におります。昨日はトルコといってもヨーロッパ側を回ったわけです。イスタンブールがねヨーロッパ側なんで、今日はですね、トルコの、南下していって、アジア系の地域に入っていきます。移動時間がちょっと長いので、昨日疲れた足を休められるかなというふうに思っています。それでは早速朝食いただきたいと思います。今日私が選んだものはこちらになります。コーヒーとみかん、ベリー系が入ったヨーグルト、そして昨日美味しかったのでフレンチトーストに蜂蜜をたっぷりかけたもの、そして、トルコはごまパンが有名ということでまだ食べていなかったのでパンを取ってみました。さすがに昨日結構食べ過ぎたので胃を休めようかなと思っています。ヨーグルト、全体的にヨーグルトがもっちりとした感じがします。でもこのブラックベリーが入っているヨーグルトはとても甘くて、多分昨日相当私いびきをかいたと思うんですけど、喉がイガイガしてたのがこれで改善されそうです。あとこれごまパンです。観光地を歩いていると結構ごまパン売ってるんですね。これが有名みたいです。硬そうなパンですけど、私ごまがもともと好きなので今日は食べてみます。この周りについているごまがものすごい香ばしいです。口に入れて一回噛んだ瞬間になんかごまが弾ける感じ。これは美味しい。トルコのごまパンはおすすめです。そして昨日も食べてもう虜になっているフレンチトーストにたっぷりと蜂蜜をかけたもの。この蜂蜜がとても美味しいです。トルコは本当蜂蜜が美味しい。買って帰りたいなと思います。これあとみかんなんですけど、日本のみかんと違ってちょっと硬い。この大きさでも結構硬いです。でも味が濃いんですよ。今日のこれは特に当たり。オレンジ独特の香りも強いし、ほんのちょっと酸味もあってとても甘いです。美味しかったです。出発の準備をしたいと思います。今走っているのはトルコのヨーロッパ大陸側に位置するイスタンブールですが、今日はアジア大陸側のトロイ地方を目指します。約300キロ以上の道のりを途中休憩を入れながら専用バスにて移動します。バスも1人で2席を使えますし、 USB 完備でスマホなどの充電も可能です。また 500ml のお水も1日1本いただけるので水分補給もしっかりできますね。至れり尽くせりの快適な車内では前日の疲れでお休みになられている方々も多いのですが、私は車窓からの景色を楽しみます。今渡っているのがダーダネルス海峡です。ヨーロッパ大陸とアジア大陸の間の海峡でマルマラ海とエーゲ海を結ぶ海峡になります。今通って
ているのがチャナッカレ大橋です。本日はこちらで昼食をいただきます。今日の昼食会場に来ました。まずはスープとか前菜とかサラダが出ています。こちらがスープ、前菜、サラダ。ここではチャイじゃなくてザクロジュースにしてみました。いただきます。美味しい。これチーズなんね、なんか。いつも美味しいね。昨日の魚のスープ美味しかったし。そう、魚のスープ美味しかった。あれ寒かったからさ、キュウリの時は寒かったけど。そう、キュウリの時は寒かった。このザクロソースがこの一番美味しい。あ、そう。そうね、さっきの。これ美味しい。このザクロソースここ美味しい。ザクロジュースのドレッシングっていうのはどんなものか食べてみる？甘い。これはナス？あ、ナスね。ナス。これ美味しい。これはトルコ料理のギョフテというそうです。なんか見た目にはハンバーグ、味もハンバーグだっていうので食べてみます。匂いがすごいよね。そうだね。親子さんですか？そうです。まあ、いいわね。娘さん2人で素晴らしい。あ、本当だ。日本のハンバーグよりも香辛料っていうかすごいね、効いてるね。こっちの人は香辛料とデザートは甘すぎるっていうことだね。最後デザートです。オレンジとリンゴ。ごちそうさまでした。すごい。今日お昼を食べたところはこんなに素敵なところです。ちょっと今日風が強いですけど、でも素敵な場所です。見えるかな。こちら地中海です。素敵なところですね。地中海の風に吹かれています。ちょっと今日寒いけど。お昼ご飯をいただいた後はトロイ遺跡の観光が始まります。エイレンさんからトロイ遺跡を回る前に説明を受けます。紀元前3000年前の第1層から西暦1世紀の第9層までの町の移り変わりを伺いましたが、私が一番びっくりしたのは、第1層時代には建物には窓もなく、屋根から出入りすることで動物から身を守った話と、亡くなった方を外に埋葬するのではなくて、家の中のベッドの下へ埋葬していたという話です。今では全く考えられないような時代ですよね。ここからはエイレンさんの分かりやすい説明を受けながら
遺跡を回ります。第6市の一番高いところに宮殿と神殿ができてて、周りは城壁で囲まれてたんです。その城壁の土台、これで、この看板見てください。この入り口はここ、この辺です。この入り口はこっちの方です。で、周りは普通の人々の住宅があって、今私たち屋根にいる。屋根ちょっと発掘してる一部、ちょこっとだけ。でもまだまだ発掘中。トルコ遺跡だらけ。石の土台だけ残ってる、上のところが残ってない。弱い材料。ローマ時代の特徴はお金持ちだから遊ぶこと大事にしてる。遊べるところの一つは劇場で、町の中は絶対劇場がありました。大きくて小さくて、大きい町だったら大劇場、小劇場、小さかったら小劇場。ここは一つの小さい町だったので小劇場。こちらは第2層から第6層までを一度で見ることができる場所です。その第一の町の壁の土台です。きれいに残ってる。古い第二市のお城の一部です。土台などはそのまま、上の方はちょっと復元してる、それ残ってる部分もあります。発掘されて修復されてたんです。当時の遺跡生で見えるところだから世界遺産になっているところです。4500年前。天井の一部、大理石なのに一番おしゃれしてたんですけど、大理石硬い、と高いで、大理石でできてるのがお金持ちで、大理石こんな柄でできてるのがお金持ちということを表してるんです。で、花柄で天井の全部こんな柄でした。日本のお城の土台に似てるね。3800年前の土台です。後ろにあるのがトロイの外側の模型です。ただ今は入れないので外側からの映像だけです。トロイ遺跡をゆっくり堪能した後はホテルに向かいます。お部屋の方はツインルームですね。ただこちらの方がダブルかな。そしてこっちはシングルになっています。こちらにはこちらは有料のドリンクです。コーヒー紅茶かな。それでは、夕ご飯前にプールで遊んでいきたいと思います。行ってきます。女性専用の温泉プールはとっても空いていて、ゆったりと楽しむことができます。トルコやロシアの方もいらっしゃいましたが、イスラム教の方でしたので、素顔がわかるプールでは一緒に撮影することはできませんでした。でもお互いに片言の英語でジェスチャーを交えながら30分くらい会話を楽しみました。こちらはガイドのエイレンさんとのツーショットになります。こちらは屋外のプールになります。ホテルに到着した時にはまだ日があったので、屋外プールを楽しまれている方もいらっしゃいましたが、少し冷えてきましたので室内プールへ移動されたのかもしれませんね。中庭を通って外に出ると、そこにはエーゲ海が広がります。こちらがエーゲ海です。ちょうどホテルの前がエーゲ海なんですね。今こちらの方に夕日が沈むところです。こちらの時間は今夕方の6時50分ぐらいですね。気持ちいい風が吹いてる。
温泉のプールに入ってきたので、この心地よさが気持ちよいです。なんかとても幸せ。いただきます。今夜の夕食はビュッフェ形式でしたので、自分のお腹に合わせていただくことができます。同席させていただいたのはお一人参加の方とご夫妻で参加の方々です。話題はやっぱり旅のことですよね。今までで一番良かった場所やこれからのご予定など伺ったりしながら楽しいお食事タイムでした。3日目のすべての工程を終えてお部屋の方に戻ってきました。今日は昨日に比べて、バスでの移動が多かったので、歩数的にはですね、9158歩という形で約昨日の半分です。昨日本当に疲れるぐらい歩き回りましたので、膝の疲れがだいぶ溜まっていたんですけれども、今日バスでの移動ということで、足を休ませることもだいぶできましたし、プールやジャグジーに入ってほぐすこともできましたので、だいぶ足が楽になりました。なんといっても遺跡が大好きな私なので、トロイの遺跡には感慨深かったし、興味がありましたし、またエーゲ海、地中海を実際にこの目で見ることができて、やっぱりとても綺麗な海なので素晴らしいなと思って感動しました。とっても素晴らしい素敵な一日を過ごすことができて感謝です。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。アーモンド見てください。実がなってる。これ実、これ実で、こんな大きさでこのまま食べる。酸っぱいけど美味しいです。私たち大好き。じゃあ食べてみます。食べてないお客様、食べてみたいお客様、あそこの上にあるので食べれる。酸っぱい。でも食べれる。酸っぱいけどなんか新鮮かも。アーモンドと思わない方がいいね。あ、そうですね。ね、アーモンド香ばしいイメージしかないから。